おだすこちらもポテトでしもデータもつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、グラパの知られざる効果が分かったぞー、やっていきたいなと思います。ということでですね、今回はグラウンダーパスについてやっていきたいなと思うんですけども、アタックサージのね時にいろいろ分かったやつの一つになります。他の動画でもねちょっと触りだけ言ったりとかねしてたんですけども、それをですねしっかり検証してきたものになっていきます。とてつもなく役に立つかと言われると正直微妙なラインではあるんですが、結構衝撃的な内容ではあるんで、ぜひね最後まで見ていただけたらなと思います。そしてもしよかったらですね、この動画よかったら高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということでまずは結論からやっていきましょう。今回ね分かった事実、それはですねズバリグラウンダーパスが上がると足が速くなります。またとかね、何言ってんのみたいなね、Oh my gosh Oh my goodness みたいな声もねちょっと聞こえてきそうなんですけども、これガチなんすよ。これマジガチなんすよね。さっきも言った通りですね、めちゃめちゃ役に立つかと言われると正直場面とか選手だいぶ選ぶので、そのあたりも含めてね、話していきたいなと思います。ただ面白い内容にはなってくるかな、だいぶ斜め上を行く内容になっていくかなと思います。もちろんですね足は速くなるとは言ったんですが、パスを何もしてない状態でグラパン数値上げるだけでね足が速くなるとかそういうことではないですね。で特に効果が出るのはパス後をかけた時になっていくんですけど、これちょっとね具体的にまず見ていきましょう。キックオフでねパス後をしたところになっていくんですけども、これはまずねグラウンダーパス61の状態なんですが、このボールが蹴った瞬間、ここを0秒としてですね、ここから測っていって、この足がですねこのラインを外れる瞬間ですかね、ここをねストップとして、ね、時間測ってきました。1秒間60個まで測ってきました。でグラウンダーパス61の時はだいたい40コマ、もしくは39コマとかね、それぐらいでしたよという形です。でこれをですねめちゃめちゃパス上げるとどうなるかというところなんですが、はい34コマなんですよ。さっき40コマだった。でこれ34コマになる。6コマ違うんですよ。ここの最初の動きだけで6コマ違うんですよ。6コマでめちゃめちゃでかいからね。アタックサージあんだけ上がってるとか言って話になったけど、コマ数でいうとほんと1コマ2コマとかの差になってくるから、この距離でいうこの短さの距離でいうとね。でそう考えるとここの6コマクソでかくねみたいな話になってくるわけですよ。やばくねみたいな。で何回やってもこうなったんで、ほとんどねブレなかったですね。1コマ前後若干のブレはあるんですが、何回やっても同じ結果だったので、確実にですねパス数値がこの動きに影響しているということは一つ言えるかなと思います。ということでこれ分かった上でですね、出てくる疑問っていうのがあるかなと思います。それが数値がいくつから足が速くなるのか、どこまで速くなるのか、流れの中でも関係はあるのか、そして4つ目がトレーニングモードだけじゃない可能性はないんですかというところですね。これは過去にもねいろんな検証でもあったんですけど、トレーニングモードと、フレマとか普通の試合ではね違いがあるとかね、そういうのがあったりするんで、トレーニングモードだけの話じゃないのとかね、実際試合で使えるのみたいな話。5つ目最後ですね、パス数値以外の条件は何かありませんかというところですね。この5つぐらいがだいたい疑問として出てくるかなと思ったので、この5つをですね全部検証しながら見ていきたいなと思います。最初の1個目2個目の疑問になっていきます。数値がいくつから速くなるのかというところ、そしてどこまで速くなるのか、これに一気に見ていきたいなと思います。で使っていくのはインザーギですね。ユベントスのインザーギで使っていきました。初期値ね61、ブースターついてパス上がってるんで61なんですけど、ここからやっていきます。で62、この時39コマ、30、ここまでは一緒ですね。そして64、グラパ64に超えると37コマという形になってきました。ここで一気に2コマ速くなっていきましたね。2コマから3コマ速くなっていったという形です。この後もね65とかも37コマ、66、37コマ、67も37コマという形でずっと37コマが続いていきます。なのでこの辺はですねそんなにスピードの差が出なかったよというところですね。で70超えても変わらずですね。で71から36コマとかが出てきたんですけど、これは誤差なのかちょっと微妙なラインではあるかなという形ではあります。ただ72、73でも36コマだったから、ちょっと速くなってると言えるのかなと思いますね。で74でも36コマと。で次ですね、グラパ75、はい
ここで34コマが出てくるんですよ。めちゃめちゃ速くなってきるね。だんだんね、75を超えると速くなっていく。で、76でも34。77でも34という形になりました。で、ここからなんですよ。ここからがマグマなんです。ここから斜め上に行きますよ。78見ていきましょう。はい。ということで、36コマ遅くなってるんです。どういうこと？どういうことって感じで、この後ですね、ずっと測ってきました。79でも36、80超えても36という形になりました。じゃあここからはね、ブルノ・フェルナンデス使ってやっていくんですけども、82の状態で36で、85の状態で36なんですね。85まではずっと36でした。で、こっからですね、ちょっと5刻みでやっていきました。90の時ははい34コマになりました。ここでは速くなっていた。で、この後は95でも35コマ、34コマで、100の時も34コマで、102になっても34コマという形になりましたので、これ以降は変わらなかったという形になりましたね。はい、ということは85から90の間で速くなるタイミングがあるはずだということで、細かく見ていきました。86、はい36コマ、ここまでは36コマでしたね。87、はい、ここで34コマ出ました。この後ね、念のためやりましたが、88でも34、89でも34コマという形になりましたので、だんだん速くなっている。87を超えると速くなるということが分かったかなと思います。なのでここまででね、ちょっとまとめておくとですね、64から速くなって、75からも速くなる、78からはなんか若干遅くなって、87からまた速くなるというような形になりました。数値がいくつから速くなるのかっていうのはそういうところになっていきます。そして2番のどこまで速くなるのかというところになっていくんですけども、これ102にしても変わらなかったので、34コマが最速という形になりました。で、なんで78から遅くなるのか、これはねマジで分かりません。一旦次行きましょう。3番目の疑問ですね。流れの中でも関係あるのかというところになっていきます。これ今検証は同じ条件でできるのでキックオフでやってるんですけども、キックオフだけなんじゃないのかっていう話ですよね。流れの中でもねやってきたんですけども、さっきと同じような検証はちょっとできないんで、パスをしてからですね、この右足が左足とこう揃う瞬間ですね、ここまでの時間をちょっと測ってきました。初期値61の時は35コマかかっていたところになるんですけども、これがグラパー77になると、はい32コマという形で速くはなってますよねというところですね。ちょっとねこれいろんなモーションがあるんで、一番分かりやすいモーションだけ持ってきたんですけども、少なくとも流れの中でも違いがあるということは一つ言えるかなと思います。で、あとはただ流れの中でも違いはあるんですが、違いがないタイミングっていうのもありました。それはどういう時かというとですね、体が正面向いてる状態からのパス、こうやってこの時こうやって後ろにパスこうやってやってやるようなシーンなんですけど、ここは数値が高かろうが低かろうがもう変わらないという形になりましたね。はい、という形になりました。なのでかなり限定的というかね、体が後ろ向いていて、体を反転させて、前に向かっていくような状況だと差が出てくるという形になりましたね。で、4番目ですね。これトレーニングモードだけじゃないのかって話なんですけども、フレンドマッチとかでもやっていきましたが、ここでもね同じでしたね。数値としては同じ。77では34、78だと36というような形でですね、数値の違いとか分かれ目っていうのも一緒でしたよという形です。そして最後ですね、5番目、パス数値以外のね条件ありますかというところになっていくんですが、これ結果から言うとですね、パスだけっぽいですね。先ほどもね数値の検証一緒に見てましたけど、デンベレとかブルーノ・フェルナンデスとか、あとは他にもムバッペとかもいろいろやったんですけど、瞬発力、ボディバランスが全然違う中で、みんなグラパのこの数値の77、78で速くなっていったりしたので、という意味ではここに関してはグラパだけが影響してるっぽいということは一つ言えるのかなと思います。ただ数値条件はパスだけグラパだけなんですけども、身長はちょっと違いが出てきそうです。ごめんなさい、ここはね細かくまだちょっとできてないんですけど、極端な例でいくとですね、ヤン・コレルでいくと2メートル2センチになりますから、グラパ77の状態だと36コマ
この時点でもう2コマ遅いんですね。で、70グラパを78にすると、はい、38コマという形でですね、全体的に2コマずつ遅くなっていると。180センチ前後の人たちと比べて2コマずつ遅くなっているということが一つ分かりました。はい、というところでしょうか。バッと話していったんでちょっと全部まとめられているか分かりませんが、そんな形になりましたよということです。なので結果まとめていくとですね、グラッパ64ですね。一番大事なところは64のところですかね。ここを超えていないと、だいぶ遅くなってるよということは一つ言えるのかなと。パス号とかね、遅くなってるよということは一つ言えるのかなと思います。皆さんにだいぶ役に立つかと微妙って言ったのはここからなんですけど、先ほどもね、今まで見ていただいた通りですね、正面を向いてる状態のパス号だと、変わらないよっていう話をしました。とするとですね、後ろを向いた状態でのパス号をするパターンって多分ほとんどがね、フォワード、センターフォワードとかラインブレーカーとかね、そういう形になってくると思うんですよね。あんまり中盤だったらそんなに意識しなくてもいいのかなという形になりますし、センターフォワードとしてもですね、今結構インフレも結構あるので、グラッパがですね64を超えてないセンターフォワードってね、そこまでいないというか少ない方だとは思うんですよね。インザギとか、ヤンコレルとか結構尖ってるタイプにはちょっとグラッパ低いかなってやつはいるとは思うんですけど、なので皆さんがそこまで意識しすぎなくてもいいのかなというイメージはありますかね。で、逆にデンベレとかちょっと最初からもうパス高いタイプは理論上の話をすると、グラパ4ぶりとかでもう78超えちゃってると思うんで、80ちょっととかになると思うんで、そう考えると逆に遅くなってる可能性は否定はできないっていうね感じですね。実際試合の中でどれだけこのシーンがあるかと言われると微妙なラインではあるんで、むしろそんなことよりも確実にグランダーパスの数値が高いとパスがうまいのは事実なんで、スピード云々よりパスがうまくしといた方がいい場面もいっぱいあると思うから、そう考えるとね、めちゃめちゃこれに固執する必要はないと思うんですけど、そういったところもあるよねみたいなことは言えるかなと思います。はい、というところでいかがだったでしょうか。めっちゃ皆さんに役に立つかと言われると微妙なラインではあるんですが、一応検証屋さんとしてはですね、この検証した成果というか、この仕様のね、細かいところっていうのは皆さんにね言っておくべきだなと思ったんで言っておきました。はい、というところでいかがだったでしょうかね。皆さんの育成とかに若干役に立つかもしれない。どうしてもねパス号とかこの裏抜きをよくする人っていうのは75から77とかにしたりね、もしくは87以上にするみたいなことをしておくといいかもしれませんねということになっているので、この辺でぜひ参考にしてみてください。最終的には自分の使用感とかその辺はねちょっと気にしてあげてください。どうしてもこいつ遅えなって毎回思うようであれば、ちょっとこの辺のパス数値とかねいろいろ見てあげたらいいのかなと思います。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。今日の動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方で高評価、チャンネル登録してあげると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。